グッモーニング。というわけで、シーズン2。ヘイシーズン2ヘイシーズン2ヘイヘイシーズン2ヘイということで、いやー、まさかね、こんなに早く入るとは。私、9時起きの予定が。9時起きの予定が、楽しみで7時に起きると、もうできるじゃないかという。これ、いいですね。ちょっと中段から、これプラ 3？ プラ3だ。これちょっとすごいですね。ただ中段が遅くなってるから OK というカプコンからのメッセージでしょ。これは受け取った。俺はしかと受け取りました。これは中段が遅くなってこんなおっせえの当たるわけねえからプラ3にしとこうっていうカプコンからのこれはね熱いメッセージです。ありがとうありがとうおめでとう。遅いもんほら発生遅くなってるから3フレ遅くなったと恨みました。ちょっと調整リストプリーズ。調整リストプリーズ。フェイントも遅いからほらフェインほらこんなんこれねフェイントやってる間に死にます。剣こんなね前台 K とかやるとその間に技食らって死にます。それぐらいやっぱね発生が遅くなってる。それならリターンを上げようじゃないかと。はい、剣の調整リスト。これは試練かかと落としですかね。試練かかと落とし攻撃判定の発生を23フレームから26フレームに変更しました。かっこ全体動作を3フレ増加しました。なのでまあそうですね全体がもう3フレ増えてますね。発生まで3フレ増えていると。フェイント版の全体を31フレームから34フレームに変更しました。まあこれも3フレ増えてますね。ヒット時の硬直差を、プラマイ0から2フレームに変更しました。2フレームに変更しました。ただししゃがみには3フレということですね。ガードマイナ4からマイナ2。ヒットバック距離を縮小しました。そうですねこれねヒットバックがね多分そうこれヒットバックが今まで通り長いまんまだとここら辺で当たってもこれが多分ね届かなかったんですよ。おう Thank you これも Thank you よこれ。試練かかと落としも Thank you カプコン Thank you so much Thank you はいということでそうですねしゃがみにはおそらく持続部分が当たっているんじゃないかと。しゃがみの座高が高いキャラとかいたりするのかな。ちょっとそれを調べますかいきなりですが。まあ、例えばザンギとかのしゃがみにはでもこのゲームねしゃがみの判定がでかいとかあんまりないからあんまり関係ないとは思うんだが、まあ、ザングに当たれば全員キャラ当たるでしょう。あ終わった。ザンギには不利とそういうことですね。不利なんかねこれの吹き飛びも変わったというなんか当たるという情報を見たんだけどこれは調整リストってなんていうの何読んでるのももちって海外の人に言われてんだけど調整リストが英語でできない。調整はチェンジもち reading the changing list 本当に変わったリストシーズン2リスト見えてるのか。 I made this notebook yesterday for Momochi パッチノートパッチノート Yes チェンジノートチェンジノートはおかしい。パッチノート Yes あと気になる点、昇竜の無敵もそうだし
まあ一つ一つ潰していきましょう。時間は死ぬほどある。時間は死ぬほどあります。一つ一つ潰していきます。全キャラ潰していきますから。がっつりいくよ。まあとはいえ10時になったらオンラインもできますからね。号機もそうだ、号機もあるから何やっけ。はい、これ今だけ。 Thank you subscribe あれあれソニックさんありがとうございます。ちょっと待って、じゃあThank you あこれ subscribe あ元が入らないっけこれ。Sonic 13131 あ Thank you 元から入ら so ない much 弱小が入らない。投げのね、ソニックさん日本の方だったんですね。ありがとうございます。テノムもいるって。おお超豪華ですね。 Thank you。 I know これ前投げ、ちょっと待って、前投げが2フレーム硬直がダメージを120から100に減少しました。スタン値を170から120に減少しました。 CA ゲージ上昇量を減少しました。ヒット後の硬直を2フレ増加しました。前投げの後は今までプラス19フレで2フレ増加したのでプラス17と。でプラス17だとどういうことが起こるかというと、剣の前ダッシュが15なので、17-15で前ダッシュするとプラス2状況で、このゲームプラス2状況とプラス3状況で投げを打つと、まあ、3フレ暴れとか、まあ基本的にプラス2プラス3だと投げがしっかり重なるんで、プラ17からダッシュ投げが完璧に埋まるということです。今まではプラス19フレだったのでダッシュするとプラス4フレームと。だから今までダッシュ端のダッシュ投げは1フレ待つ、1フレもしくは2フレ待ってから投げないと埋まらなかったのが最速で埋まるようになるということです。ただし個人的な意見を言わせていただくと、前のバージョンもそうなんですけど、このね端投げの後のダッシュって弱いんですよ。わかります？張さん問題です。ドゥドゥン。いやほらほら、もう一丁やった後ダッシュ投げがなぜ弱いでしょもう投げが来るってわかるやん。う40点低い。じゃあただ40点取れてます。おお安定的に。はい。なぜ40点ダッシュするのは。その投げの後の違うダッシュの後選択肢が限られてしまう。イエーイ。何選択肢を一切言ってないけど、まあそういうことです。そういうことです。というのはですね、おはようクリスティがおはようっておはようおはようよ。クリスティおはよう。例えばですよ、例えばはい。これもなんか別にシーズン数関係ない話になってくるけど、シーズン1からそうなんですよ。別にプラス4取れてようが一緒のことなんですが、まあ、例えば起き上がりこのように投げをやると、相手がね、はい。これは投げ抜けでもいいです。相手が最速投げだろうが投げ抜けだろうが、まあ投げを押しますよね。まあこのようにグラップされますよね。じゃあまあ打撃をすると、まあ打撃も勝ちますね。分かった。後ろ下がってその通りです。相手はこっちの打撃と投げに対して遅らせ投げをやれば安定なんですよ。安定。それに対して剣側が遅らせ投げを潰そうと思ったら遅らせ打撃なんですよ。ただ遅らせ打撃をやると投げられる。相手のなんてことないただのグラップにこのように投げられる。はい。なので端投げの後のダッシュは弱いです。前のバージョンから。なので俺の動画を見ていただくと分かると思うんですけど、俺ほらほらもう一丁の後にもう一丁はダッシュしてないんですね。だいたいこうやってその場でこのようにうろちょろして体感でこうやって重ねてるんですよ。でこれが何が強いかというと下がれるんですよ。下がれる。ダッシュすると下がれないです。ノーバックダッシュなので選択肢が減ります。
でさっき言ったように、遅らせ投げに対しても吸われてしまう。だこれに対してはその場でうろちょろして、これでもいいです。遅らせ投げができる。遅らせ投げが下がり、歩き遅らせ投げって投げれるんだけど、結局これで遅らせ投げをやると、相手の投げに対してこっちはグラップを取るということになるので、そうなんです。だからあんまり俺的に言うと、このダッシュ投げが埋まりますはあんまり意味ないです。正直しっかり埋めたい時にできますっていう簡単なのは絶対こっちなんだけど、ただ幅がやっぱ簡単な分、そう簡単な分というか前からそうなんだよね。まあそう、橋投げの後のダッシュは正直微妙です。ただダッシュしなきゃいけない状況もあるというのはこれぐらいの距離です。投げを決めて橋になる、こういう子はもう T がはい理解してくれている。それはまあやっとること見たら分かるんかな。Yes, Christy。 そうなんです。結構剣使いはダッシュしてます。 Yes, Momochi said これは弱いです正直。Dash from roof is not strong。 これです。 Not strong。 こっちの方が強いです。で今まではプラス19だったので、ダッシュ小足が持続重ねになって持続中台とかが当たってたんですけど、今回それもできなくなるので、前はまだダッシュ小足だったので、ダッシュ小足はまあまあ強いです。持続小足、その下段でプラ4取れてたんで、だからそれは今回ないので、まあ、そういう意味でもダッシュはそんなにまあループするんで強いです。今まで通りです。どちらかというと端よりは中央ですよね。中央でこの2フレ減ったことによって、今までこの中足がね埋まってたんですよ。まあ今相手が投げしてるからですけど、中足の発生は変わってないのかな。変わってないと思いたい。中足は特にないので、そうですね。中足何フレだった。中足6フレか。6フレだね。じゃプラ19、プラ4。だから中足が埋まんないと3フレとかに負けちゃうんで、シャガ中ですねかな。ただまあ下段じゃない。相手に負ける。あ、そうか、中盤の発生遅くなってるのか。そうですね。5フレダッシュして5フレの技じゃないと勝てる。まあそりゃそうか。プラ17だな。プラ2状況から5フレでプラ3で中攻撃なんで勝てるとなると、中央で5フレを埋めようと思ったらまあ技ないっすよ。まあこれか。まあでもこれ後ろ下がりに負けると。中台確認が楽になった。あ、なんかヒットストップ。ちょっと待って、中台見ます。はい、引き中盤発生を4フレから5フレにしました。動作硬直を15フレから17フレに変更しました。まあ、動作硬直というのは好きですね。技を出してからの硬直なので、スカった時ですね。スカった時のこの動けない、今まではスカってから15フレ後に動けたんですけど、これが17フレ後になったということで、ちょっとスカった時に差し替えされやすくなった。はい。でヒットストップを弱攻撃相当の値に変更しました。弱攻撃のヒットストップになったっていうのはどういうことかというと、今まで中攻撃のヒットストップ、弱攻撃のヒットストップ、強攻撃のヒットストップって違うんです。ヒットストップというのは技が当たった時に停止する時間ですね。なんで大攻撃だとこのように、わかりますか、時間がお互いの時間が止まる時間が長いですよ、はい、弱攻撃だと短いでしょ、ほら。で中攻撃だとそこそこ、その真ん中、これヒットストップという。これが引き中がこのように、わかります、短いの中攻撃、これほら弱攻撃と一緒のヒットストップ。これとこれが一緒なの分かります。これとこれが違うの分かります。
まわかります停止時間、はい、これが今まではその中攻撃のヒットストップだったんですけど、これが弱攻撃と一緒になる。これによって何が起こるかというと、ヒット確認の猶予が減ります。弱攻撃のヒットストップに。ヒットストップが短いということは、その確認猶予が減るんで。バイクスタンドショットってなんだ。はい。ただその調整として派生できる時間を延長しました。中台の時間が派生できる時間が延長されてるんです。これはなぜかというと、先ほど言ったようにヒットストップが短くなっているので、その分キャンセル猶予を長くしましたっていう調整なんで、おそらくトータル一緒です。体感でキャンセル猶予時間自体は伸びてるんだけど、ヒットストップが弱攻撃のヒットストップになってるので、体感としてはおそらく一緒。もしかすると細かいフレームの違いで伸びてる減ってるはあるかもしれないけど、開発の意図としてはヒットストップを短くしたことによって調整時間をじゃあその分確認時間を伸ばしましょうとしてるんで、意図としては一緒の確認時間にしてるはず。なんか伸びてる気もしなくもないことは言っておきます。そうだからヒットパッと見ね、ヒット確認時間が伸びましたってなると歓喜なんですけど、ヒットストップが短くなってる。俺これコントローラー新しくしたからボタン間違えた。でもね、そう空振りで出るんですよ今回。ほらこれは強化でもあり弱体化でもあるんですね。というのは何が強化かというと、例えば引き中にじゃあ硬直が増えましたと。今回空振りの硬直が空振りというか、硬直が2フレ増えてるんで差し返されやすい。差し返しに来た相手を殴る、これで迎え撃つ形ですねっていうのが今まではできなかったんですけど、もう信頼した技ですね。差し返しに来た相手を殴れるっていうのができるようになったんで、これが強化です。で弱体化でいうと、今までこの引き中に大パンを仕込んでおけば、こう当たった時だけ、この今まで大パン出ないんで大パン仕込んどいても出ないんですけど、相手が例えば前ダッシュしてきた、技を出してきたっていう時に自動的に中大が出たんで、そこは、強みでした。ただまあ中大のリーチが、中盤のリーチも短いし、中大の大もセンターだと当たらないんで、そういう意味ではあんまり使ってなかったんで、そこはまあそういう意味ではまあ強化かな。であとそう中大でいうと何が強化されてる、今回ね、このちょっとラブエントなんですか、ですね、中継大径から大竜巻がつながると。そうなのでこれ中継大径大竜巻がつながるようになりました。これは何が変わったかというと、俺最初中継大径の浮きが変わったのかなと思ったんだけど、調整リストを見るとやっぱり大竜巻、まあ明らか発生早くなってますね。発生早くなってるのと軌道が変わってます。軌道が今まではどちらかというとこう斜め、まあ、60度ぐらいに出てたかな、ちょっと高めに出てこう山なりに降りてくるっていうのが、今まあ斜めですよね、45度ぐらいに出てるんで、発生が速くなって軌道も変わったと。あ、そうそれを言うとね、確かにこの後ね、プラ17でしょ。で弱径が全体14なんで、17これでいい、これ下がれる、投げ回り別にねダッシュ体感しなくてもこれでいける可能性がある。これがプラ3なんですよ。ではこれは超強化です。もしこれで投げつかせる、体感で埋める必要ない。これね、ただね、どうだろう、投げ回り長い、まあ竜は短いんであれだけど、長い相手に投げられるんじゃないかな。
っていうキャラによっての使い分けをちょっと必要になってくる可能性は。これね、多分投げ回り長い相手だとスカルとか投げられる。まあいいや。とりあえず、そう。さっきの続きで言うと、大竜巻の軌道が変わったと。で、これの一番の強化は、これじゃないです。というのも、脱中系大 K が、これかなりね、密着で当たんないと当たんないです。これでスカるんじゃないかな。これでスカるんですよ。ほら。当たった。これ結構密着っしょ。これは当たるよ。ほら。でも、この状況って、まあ、引き中の方がいいですよ。で、タッチ中継を当てたい状況って、まあ、こんぐらいなんですよね。まあ、一歩外でもいいですけど、まあ、これぐらい。ここら辺ですよね。タッチ中継を主に使うというか、使いたいところ。で、この主に使いたいところって、Thank you follow! 使いたいところで言うと、まあ、当たんないですよ。なんで、あんま使えないです。使える状況もあるんだけど、これはおまけっすね。で、これが何が強化っていうと、その大竜巻が変わってるんで、これっすね。中大竜巻。これって今まで使ってたんですよ。先端とか。これ多分ね、どこでも当たる。これ超強化。